現地に行くことがあまりに価値があるというふうに思い込むのは良くないと思うんですよね。野面で専門知識のない人とかも送り込むっていうのはどうかと思うんですよね。ただ今回の震災で5歳の子がやけどなどで亡くなった子供のことを知っていますか？あの5歳の子供って結局亡くなったんですか？亡くなったのは悲しいのですが、それを医者のせいにしたり医者に殺されたのかというのは違うと思います。医者は最善の手を尽くしたはずなので、それが亡くなってしまったから叩くのは違うのではないかと思います。今回の震災でいろいろな病気の怪我の人もいたりするので、やっぱりトリアージをせざるを得ないんですよ。頭痛が痛いですぐらいの人だったら、まあ我慢すればいいんじゃねえのみたいなので、優先順位をつける上でやけどぐらいだったら死なないよねというのは一般的な診断としては正しいんですよ。ただ結果として41度の熱になるまでは分かりませんでした。で41度の熱になってしまったっていうところで他の症状を併発したのかなと思うんですけど、なのでそのなんか一概に医者の判断が絶対間違ってるというわけでもないと思うので、頭痛が痛い、すみません、同じことに書いてしまいました。なのでこういう大規模災害とかで病院に行く患者が多い状況というのは、通常であれば助かるかもしれない病気だったり怪我だったりでも助からないことがあるっていうことなので、まあ仕方ないよねと言わざるを得ないですね。はい。自分のことはそうでもないのに自分の子供が調子を崩したりすると異常なほど心配性になります。これは普通のことなのでしょうか？ひろきさんどう思います？普通のことです。自分のことだとまあ大丈夫でしょうってわかるんですけど、子供は大丈夫かどうかの判断基準がまだないので、なんでひょっとしたらすごい大変な事態なのかもっていうので、今回の地震であったんですけど、やけどですっていうので、やけどだったらまだ病院来なくていいですって言われたんですけど、その後41度の熱が出るみたいな子がいたりするみたいなのがあったりして、普通のやけどじゃんって思うものがほっといたら40度以上の熱って下手すると人間死ぬので、子供に関しては過剰に心配するっていうのは普通じゃないかなと思いますけども。今回の地震における自衛隊の対応は遅いと思いますか？僕は今のところ答えはわからないですね。東日本震災の時に比べると明らかに人数が少ないって言われてるんですけど、人数が少ないというのは当然なんですよね。東日本震災の場合は福島県だったり岩手県だったり秋田県だったり東京都だったり千葉県だったりっていうめちゃめちゃ広い地域に日本中の自衛隊を送り込んでいろいろ活動しますよって話なんですけど、今回その能登地方っていう、もう一応新潟県とか富山県とかにも被災地はあるんですけど、石川県の能登地方って圧倒的に狭い地域で、さらにそこに道路が分断されてるので、人を送り込もうとしても送り込めないんですよ。道路が空いててバンバン人を送り込みますっていうのであれば、5000人でも8000人でも送り込めって話になると思うんですけど、もうそもそも道路が動かないので、じゃあ人間が歩いて荷物を運んで被災地に行って、でそこで支援物資を送りますみたいなことをやってるんですよ。っていうピストン輸送だったとしても、結局人間が通れる幅だったり運べる量っていうのが決まってるので、いたずらにその自衛隊の人数を増やしたからといってじゃあそれで災害救助ができる量が増えるのかっていうとそうでもないんですよね。ただこれがもうちょっと増やせるのかとか十分だったのかっていうのは、ある程度時間が経って冷静になって災害の規模がどれくらいでしたとか、どういう地域に被災者がいて連絡はどうやって取れたのかっていうのが分かってからじゃないと正解かどうかっていうのは判断できないので、現時点では早い遅いというのを判断するような情報はまだないというのが割と僕の見解です。海から行けばいいじゃんとか無責任な人いるんですけど、能登半島ってほとんど海で半島なんで囲まれてるんですけど、使える港が輪島港ぐらいしかなくて他の港全部潰れちゃってるらしいんですよね。っていうのもあったりするので、素人がこうすりゃいいじゃんって言ってても、いやもうそんなの普通に自衛隊が検討済みでダメだったよねって話だったりするので、なのでなんか素人がこうした方がいいとかこれが正しいとかっていうのはあんまり役に立たないんじゃないかなと思います。コメントでもありますけど、送れるんだったらもう送ってるって話で、自衛隊の人数を送ることができないから今困ってるって話なんじゃないかなと思います。被災地にわざわざ入って市民の声を直接聞くって超文献が成立しないってことでいいですか？渋滞の原因とも言われてますが、大規模災害時の支援のやり方って事前にある程度ルール化できないのかな？いや別に現地の人に知り合いがいるんだったら電話して聞きゃいいんすよ。別に行かなくていいんですよ。現地の人で被災してる人とかツイッターでいろいろ発言してる人いるので DM 送っていろいろ聞くとか、 DM 送った後電話番号聞くとか、別に現地に行かなくてもいろいろできる時代なんですよ。最近ズームとかもあるしね。もちろん停電してるところだと難しいんですけど、電気の通じるところに避難してる人が見るので、じゃあそういうところだったら別にズームでできるでしょって話なので、現地に行くことがあまりに価値があるというふうに思い込むのは良くないと思うんですよね。で誰も人がいなくて言葉が喋れる人が誰もいませんとか高齢者しかいませんっていうところであれば若い人が行くっていうの意味あるんですけど、石川県にも石川県の県庁の役員さんとか市町村の役人さんとか村役場の役人さんとか村長さんとか町長さんとか消防隊員の人とかいろいろ動ける人いっぱいいるんですよ。石川県の人がみんなバカだから俺が行かないと避難の方法論とかいろんな用具とかこういう物品とかが足りないっていうのをちゃんと上に報告できないって思
思うんだったら行けばいいと思うんですけど、石川県の人たちも普通にまともな日本人なので、こういう避難の用具が足りないよねとか、こういう支援用具が足りないよねとか、救助用のものが必要だよねとかっていうのの報告は別に石川県の人が現地でできるんですよ。でさらに現地の人の方が血のりがあるので、あそこに地割れがあるよとか、ただあそこの道路の地割れは直さなくてもここが迂回できるからここは直す必要ないよねとかは、よほど現地の人の方が詳しいんですよ。東京のやつが言ってこれ地割れ直さなきゃとかってなって、いやそれ直さなくていいやつだよとか、いやこっち直すの先だよとかっていうのはやっぱり現地の人の方が情報も多いし詳しいんですよ。なので基本的には現地に任せて、現地の人がこれが足りないと言ってきた時に初めて東京の人がじゃあこれ送りますとかっていうのをやるべきで、野面で専門知識のない人とかも送り込むっていうのはどうかと思うんですよね。ただ感染症のお医者さんとかは送った方がいいと思います。まず感染症のお医者さんっていうのは日本にはほとんどいないので、たまたま石川県にいるということがまずないです。なので被災地の避難所とかを見て、これはこうした方がいいよとか、こういう場合にインフルエンザが流行ったらマジでまずいから近くの病院にどういう薬があるのを確認した方がいいですよとかっていう専門知識のある人が現場を見ないとわからないものというのは確かにあります。でそれはズームでやろうとしてもやっぱりちょっと難しいんですよね。建物の広さだったり、どういう風に人が動くかっていう動線だったりとか、夜と朝で人の出入りって変わったりするので、長い時間こういう人が出入りしますとか、こういう物品が来た時はこういう人が入ってきますとかっていう、やっぱ流れを見ないとわからないので、専門家の派遣は超大事なんですよ。でも政治家みたいな物事を決めるっていう人であれば、それは行く必要ないよねっていうふうに僕は思いますけどね。はい。募金団体は信用できるのか。石川県の能登半島地震の支援として親戚の子供たちのお年玉を駅前の自民党の被災支援募金に全額募金させました。東日本大震災の時も自民党が復興特別を作ってくれましたが、ひろゆきさんは自民党や日本財団赤い羽募金に募金したことはありますか？ないっすね。割と僕は何かお金を送るときは直接送っちゃうので、自民党にお金を送ったとして自民党がどこか振込先を決めるわけじゃないですか。別に自民党に決めてもらう必要ねえよ、自分で振り込むよって話なので、なんか自民党とか日本財団とか赤い羽募金とか振込先をこの人たちに選んでもらうみたいなのをやる必要がないと思ってるので、なので僕は自分で直接振り込む派です。自民党に振り込むとなんかマッチングしてくれて振り込みの金額が倍になるとかであれば自民党に振り込むあると思うんですよね。東日本震災の時に DMM っていう会社がマッチングをするって言ってたんですよ。一般の人が500円を寄付で振り込むんだったら、その DMM が同じ500円を出して1000円にして振り込みますよ。それでいくと本来であれば500円分の金額しか振り込めないんだけど、 DMM のマッチングに振り込むと DMM が500円出してくれるので1000円2倍になるっていうのがあって、これ面白いと思って DMM に1000万円振り込むんで DMM 側でも1000万円出してくれませんかっていうのを言って、で DMM が OK って言ってくれたので、なので一応僕はその東日本の震災の時は DMM に振り込んで、DMM の人がその後赤十字かなに寄付してもらったっていう感じでやり取りしたことあります。なのでこういう形でその金額が増えるんだったら他の団体を経由するというのの意味はあると思うんですけど、別になんか自民党とか日本財団の赤い羽募金に入れても金額が増えるわけではないと思うので、なのでなんかそこを経由する必要はないんじゃないかなと思ってます。一般人が募金するのはどこの団体に募金するのが被災地の人に役に立つと思いますか？今能登半島被災地支援被災支援義援金みたいなやつが石川県とかが確か出してたと思うので、なのでググれば出てくると思います。もしくは赤十字とかでいいんじゃないかなと。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。